今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。深いリラクゼーションと穏やかな眠りを求める方へ心を落ち着かせる瞑想の物語をお届けします。眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画はメディテーション物語オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。心の静寂へ。夜は深く、世界は静寂に包まれていました。星々がきらめき、月の光が静かに地上を照らしています。この物語は、心の平穏を求める旅に出る一人の人物、フーガについてです。彼は日常の喧騒から離れ、心の静寂を探し求めています。フーガの旅は、忘れられた古の森の入り口から始まります。この森は、世界の喧嘩を遮断し、時間が止まったかのような場所。彼は、この森を通じて、内なる自己と対話し、心の奥深くに潜む真実を見つけ出そうとしています。序章では、フーガが都市の喧騒を背にし、静寂への第一歩を踏み出す様子を追います。彼の足音だけが、静かな夜に響き渡ります。この旅は、ただの冒険ではありません。これは、自己発見と心の平和を求める瞑想の旅です。フーガは、心の静寂を求めるすべての人々への導きとなるでしょう。この物語を通じて、我々もまた、日々の生活の中で、心の平穏を見つけ出す手がかりを得ることができるでしょう。この静かな夜、フーガの物語が始まります。フーガが一歩踏み入れたのは、人々が忘れ去ったかのような、古の森。彼の目の前に広がるのは、厚く密生した木々と、月明かりに照らされた、石畳の象形。森の空気は冷たく、しかし、何とも言えない安らぎを、彼に提供していました。彼はゆっくりと歩みを進めます。足元の落ち葉が、静かに音を立てるのを感じながら、フーガは深く呼吸をしました。空気は清々しく、心地よい森の香りが、彼の意識を満たします。この瞬間、彼は日常の重圧から解放されたように感じました。森は彼に多くの教えを与えてくれました。木々は風に静かに囁きかけ、小川のせせらぎは心を洗う旋律を奏でます。フーガは自然が持つ穏やかな力に導かれるように、さらに深く森の中へと進んでいきました。この旅の目的は、ただ静寂を求めることだけではありませんでした。フーガは自分自身の内面と向き合い、心の中にある無数の声に耳を傾けることを望んでいました。森は彼に自己との対話のための完璧な場を提供してくれました。夜が更けていく中、フーガは古の森の奥深くにある清らかな泉を見つけました。泉の水は月光に輝き、神秘的な雰囲気を放っています。彼は泉の側に座り、静かに瞑想を始めました。心の奥底にある思いが、ゆっくりと表面に浮かび上がってきます。第一章では、フーガが自然との一体感を深め、心の静寂を求める旅の第一歩を踏み出したことを描きます。森の中での彼の体験は、我々にも、心の平穏を探求する勇気を与えるでしょう。泉のそばで、フーガは目を閉じ、深く内省する時間を過ごしました。月明かりのもと、彼は自分自身の内面と対話を始めます。彼の心は徐々に落ち着きを取り戻し、日常生活の喧騒から離れて、より深い自己理解へと導かれていきます。この静謐な環境で、フーガは自分の内面に潜む様々な感情に気づき始めました。喜び、悲しみ、恐れ、そして希望。これらすべての感情が彼の心の中で渦巻きながら、彼はそれらを一つ一つ受け入れ、理解しようと努めました。
瞑想の中で、フーガは過去の記憶や未来の不安に思いを馳せますが、やがて彼は現在の瞬間に集中することの大切さを悟ります。今この瞬間に意識を向けることで、心の中の声がよりはっきりと聞こえてきました。フーガは心の奥底にある真実と向き合う勇気を持つことの重要性を理解し始めます。心の声に耳を傾けることで、フーガは自己受容の道を歩み始めました。自分自身の完全なる姿を受け入れ、それぞれの感情が自己成長のために存在していることを認めるのです。この受容こそが彼を真の内面の平穏へと導く鍵であることを彼は感じ取ります。フーガはようやく心の静けさを見つけることができました。泉の静かな水面を見つめながら、彼は自分の心が以前には感じたことのないような平和に包まれていることを実感します。この心の静寂こそが彼が求めていたものであり、それを見つける旅はまだ続いていきます。フーガの瞑想は彼を心の奥深く、自己の本質と直接対話する場所へと導きました。ここでは外界の騒音も日々の慌ただしさも一切存在しない。彼は自己の中心にいることを強く感じ、その存在が全宇宙とつながっていることを実感します。この瞬間、フーガは真実の瞬間を体験します。自分が宇宙の一部であり、すべての生命と深いつながりを持っているという実感。彼の心は完全な静寂に包まれ、そこでは平和と調和が支配していました。この経験は、フーガにとって心の中にある無限の可能性を開く鍵となりました。彼は自分自身との対話を深める中で、過去の経験や将来への不安が、今この瞬間の平穏を妨げるものではないことを理解します。フーガは心の中にある恐れや疑念を手放し、その代わりに愛と感謝の感情を受け入れ始めます。この深い自己理解を通じて、フーガは自分の内なる力を信じるようになりました。彼は自分の心が静かな状態にあるとき、どんな困難も乗り越えることができると確信します。心の静寂は彼にとって最も強力な支えとなるのです。第3章では、フーガが内なる真実と対話し、心の静寂の中で自己の本質を見出す旅を描きます。この章は読者にとっても自分自身の内なる真実を探求するきっかけとなるでしょう。心の奥深くにある平和と調和を見つけ出すことで、私たちは真の自己を理解し、日々の生活においても穏やかな心を保つことができるのです。フーガの瞑想は夜明けとともに終わりを告げました。彼はゆっくりと目を開き、新たな光の中で自分自身を見つめます。泉の水は太陽の最初の光で輝き、森は生き生きとした色に満ちていました。フーガは深い瞑想を通じて得た平和と静寂を胸に、自分の内なる旅から現実の世界へと戻ってきました。この旅を通じて彼は心の中に静寂の場所を見つけ出しました。それは外部の世界がどれほど喧騒であろうと常に彼の中に存在し、平穏へと導く場所です。フーガはこの静寂が自分自身だけでなく他者との関係においても大きな力となることを理解しました。彼は森を後にし、再び日常へと戻りますが、今は以前とは違う人間となっていました。フーガは日々の生活の中で直面する挑戦や困難に対しても、心の中にある静寂の場所から力を得ることができます。彼はこの内なる静寂をどんな状況下でも失うことはありません。こうしてフーガの物語は終わりますが、心の静寂を求める旅はこれからも続いていきます。一人一人が自分自身の内なる旅を始めることで、心の平和を見つけ、日々の生活においても平穏な心を保つことができるのです。瞑想の承継。かつて古代の森の奥深くに
瞑想の象形があったと言われています。この象形は世界の喧騒から隔てられた聖地で、心を鎮め、自己と向き合う旅を始める者たちにとっての入り口でした。森は厚い霧に覆われ、時として現実の世界と別の次元をつなぐかのようにも感じられました。この物語は瞑想の象形を通じて自己発見と心の平穏を求める者たちの旅についてです。春の初め、綾は人生の転機に立っていました。大都市の喧騒と絶え間ないストレスから逃れ、心の平穏を求めて、彼女は古代の森の入り口に立ちました。その場所は都市の喧騒から数百キロメートル離れた、人里離れた場所にありました。彼女がこの旅に出ることを決心したのは、日常生活の重圧から解放され、自分自身を見つめ直す時間を持つためでした。森の入り口に立つと、綾は深い安堵感に包まれました。彼女の前に広がるのは、厚い霧に覆われた、静寂と神秘に満ちた古代の森でした。彼女の目には、瞑想の象形へようこそと刻まれた、古代文字が、かろうじて読み取れる石碑が映りました。その瞬間、綾は自分が正しい場所に来たこと、そしてこの旅が彼女の人生に重要な意味を持つことを直感的に感じ取りました。森の空気は清々しく、一歩足を踏み入れると時間が遅く流れる感覚に包まれました。周囲は自然の音に満ちており、鳥のさえずり、遠くから聞こえる小川のせせらぎ、木々が風にそよぐ音が綾の心を落ち着かせました。彼女は深呼吸を繰り返し、心を鎮めながら瞑想の象形を歩き始めました。綾が象形を進むにつれ、彼女は日常生活で抱えていた不安や心配事が徐々に薄れていくのを感じました。この象形は外界の喧騒から隔てられた聖地であり、心を鎮め、自己と向き合う旅を始める者たちにとっての入り口でした。綾はこの場所が現実の世界とは異なる特別な次元をつなぐかのような存在であることを感じ取りました。森の中を進むうちに、綾は自分の心の中に響く様々な声に気づき始めました。それは彼女がこれまで無視してきた心の声、自分自身の深い願いや恐れ、そして真の自己を探求するための導きでした。この象形を通じて、綾は自己発見と心の平穏を求める冒険が始まったことを知りました。綾が瞑想の象形をさらに進むにつれ、彼女の心は徐々に過去の束縛から解放され、内なる声に耳を傾けることができるようになりました。自己批判や恐れの声が遠のき、代わりに自主と理解、そして自己需要の声が彼女の心の中で響き渡り始めました。この象形は綾にとってただ歩むだけの道ではなく、自分自身との対話を深め、内なる平和への理解を深めるための聖地となりました。象形を進む旅、綾は自然の美しさに心を奪われました。花々が咲き誇る草原、静かに流れる小川、風にそよぐ古き。これら一つ一つが彼女に人生の教訓を囁きかけてきました。自然は綾に存在の美しさを認識し、瞬間瞬間を大切に生きることの価値を教えました。彼女は自然との一体感を通じて人生に対する新たな視点を得ることができました。綾は象形を歩く中で様々な瞑想の場所に立ち寄りました。彼女はそれぞれの場所で心を開き、深い瞑想に没頭しました。これらの瞑想の瞬間は、綾にとって自己との対話を深め、内なる平和につながる重要な時間となりました。瞑想を通じて、彼女は自己の中にある恐れや不安と向き合い、それらを乗り越える強さを内に見出しました。この旅の中で、綾は自分自身の内側にある光を発見し始めました。それは物質的な成功や外部からの承認に依存しない自己の本質から湧き出る光でした。綾はこの光が自分自身だけでなく他人にも影響を与え、周りの世界をより良いものにする力を持っていることを実感しました。綾は象形の終わりにある滝にたどり着きました。
その滝の前で瞑想を始めた瞬間、綾はこれまでに感じたことのないほどの平和と光に満ちた状態に達しました。彼女は心を完全に解放し、内なる声と深く対話を始めました。この瞑想の体験を通じて、綾は自己の真の価値を認識し、人生の目的に新たな意味を見出しました。瞑想の承継での経験は、綾にとって心の旅の重要な節目となりました。彼女は自分自身の内側にある平和と光を発見し、それを維持することが真の幸福への鍵であることを理解しました。彼女の心は自然の美しさと瞑想の力を通じて過去の傷や恐れから解放され、真の自己を受け入れることができるようになりました。綾は内なる平和への道が外部の環境や他者からの承認を求めるのではなく、自分自身の内側に深く根ざしていることを深く理解しました。滝の前での瞑想を経て、綾は自分自身の内側にある無限の可能性と生きることの真の目的を発見しました。この瞬間は彼女にとって人生において新たな始まりを告げるものであり、彼女は自分の内なる光を外の世界にも広げていく決意を固めました。彼女は自分自身が経験した変容を通じて他人にも平和と光をもたらすことができると信じるようになりました。瞑想の承継での旅を終えた綾は変わり果てた心持ちで現実の世界へと戻りました。彼女は日常生活の中で直面する様々な挑戦や困難に対しても内なる平和と光を失うことなく穏やかで柔軟な対応ができるようになりました。綾は承継での学びを生活のあらゆる面に取り入れ、心の平穏を見つける方法を実践し始めました。また、綾は周囲の人々とその経験を積極的に共有し、心の平穏を求める旅について語りました。彼女の物語は多くの人々に影響を与え、彼ら自身の内なる旅を始める勇気を与えました。綾の話から人々は自分自身の内側に目を向け、自己発見の旅に踏み出すことの重要性を学びました。綾が瞑想の承継で経験した旅は、彼女にとってただの物理的な旅ではなく、心の中に存在する深い内なる旅であることを理解しました。そして、綾はこの貴重な学びを生涯にわたって実践し、他者と共有していくことを決意しました。綾が瞑想の承継を通じてたどり着いたのは、森の中心にある静謐な滝の前でした。この場所は自然の壮大さと美しさが一体となり、時間が静止したかのような感覚に包まれていました。綾はこの神聖な場所で深い瞑想に入ることを決意しました。彼女は滝の前に座り、目を閉じ、呼吸を整えながら、心を完全に解放し始めました。瞑想を深めるにつれ、綾の心は徐々に世界の喧騒から遠ざかり、内側の声に集中することができるようになりました。彼女は自分の内側から湧き上がる温かな光を感じ始め、その光が徐々に心を満たしていくのを実感しました。この光は、綾自身の純粋な本質であり、真の自己との深いつながりを象徴していました。この瞑想の体験を通じて、綾はこれまでに感じたことのないほどの平和と充足感に包まれました。彼女は自分自身の内なる光が恐れや疑念、自己批判といったネガティブな感情を遠ざけ、心の奥底にある真実と愛を照らし出すことを理解しました。この瞬間、綾は自分自身との深いつながりを再確認し、内なる平和と光を見出すことができました。瞑想の承継での旅を通じて得た深い自己理解と平和は、綾にとって人生における新たな始まりを意味していました。彼女は自分自身の内側にある光を信じ、それを実生活に取り入れることで、日々直面する様々な挑戦に対しても、穏やかで平和的な心持ちで臨むことができるようになりました。綾は内なる光を外の世界にも広げていく使命を感じ、この体験を他人と共有することの重要性を深く認識しました。瞑想の承継での経験を終えた綾は、変わり果てた心持ちで現実の世界へと戻りました。
彼女は象形で得た教訓を日常生活に積極的に取り入れ、心の平穏を見つける方法を実践し始めました。また、アヤは自分の経験を周囲の人々と共有し、心の平穏を見つける旅について語りました。彼女の話は多くの人々に影響を与え、彼らも自分自身の内なる旅を始める勇気を持ち始めました。アヤは内なる平和と光を見つけることが自分だけでなく周囲の人々にもポジティブな影響を与えることを理解しました。彼女の物語は心の平穏を求めるすべての人にとってのインスピレーションとなり、自己発見と成長の重要性を伝えています。アヤは瞑想の象形での経験を通じて得た洞察を日々の生活に積極的に取り入れ、心の平穏を維持するための実践を続けました。彼女は内なる光を信じることが人生の様々な困難に立ち向かう力となることを実感しました。この光は自分自身の内側に存在する無限の愛と平和の源泉であり、それを周囲の人々と共有することで、より良い世界の実現に貢献できると、アヤは信じています。瞑想の象形での経験後、アヤは人々との関係においても変化を感じました。彼女は他者との深いつながりと共感を大切にし、自分の内なる光を他人と分かち合うことの喜びを実感しました。アヤの話は、聞く人々に自己探求の旅への勇気と希望を与え、内なる平和を見つけるためのヒントを提供しました。アヤは、内なる光と平和を見つける旅は、自分自身の心の中にある瞑想の象形を歩むことによってのみ可能であることを理解しました。そして、この旅は終わりがなく、人生を通じて続く永遠の冒険であることを、彼女は受け入れました。瞑想の象形での経験を終えたアヤは、変わり果てた心持ちで、現実の世界へと戻りました。彼女は日常生活に戻ると、象形での学びを実生活に取り入れ始めました。アヤは周囲の人々とその経験を共有し、心の平穏を見つける旅について語りました。彼女の話は多くの人々に影響を与え、彼らも自分自身の内なる旅を始める勇気を持ち始めました。アヤは理解しました。瞑想の象形は単なる場所ではなく、心の中に存在する旅であることを。内なる平和への旅。遠い昔、世界の果てにあると言われる神秘の地、セラフィナ。ここは、心を探求する者たちが訪れる場所とされています。セラフィナは地図には記されておらず、その存在は口伝えのみで語られる伝説の地です。ここを訪れるには、心の中の真実と向き合う勇気が必要とされます。セラフィナの伝説は、内なる平和を求める旅人たちに、希望とインスピレーションを与えてきました。ある日、ナオカイという青年が、セラフィナを目指して、旅を始めます。彼は、世界を旅して、数々の文化と瞑想の技術を学び、内なる平和と自己実現を追求していました。カイは、セラフィナの伝説を初めて耳にした時から、その神秘的な場所への強い憧れを抱いていました。彼にとって、セラフィナは、ただの地名ではなく、自己発見と変容の旅そのものを象徴していたのです。カイの旅は、心の平穏を探し求める内省的な冒険であり、彼がこれまでに経験したことのないような試練と洞察に満ちていました。旅を進める中で、彼は様々な人々と出会い、彼らの物語を聞き、共に瞑想を行います。これらの出会いは、カイにとって大きな意味を持ち、彼自身の内なる世界との対話を深めていきます。カイの旅は、穏やかな海辺の村から始まりました。海と風が作り出す、調和のリズムに導かれるように生きる村人たち。彼らは、自然の一部としての存在を受け入れ、その中で穏やかな日々を送っていました。
カイがこの村を選んだのは、そのシンプルで平和な生活様式が彼が追い求める内なる平和への手がかりになると感じたからでした。村の長老はカイに古代から伝わる瞑想法を教え始めました。真の平和は外の世界ではなく自分自身の内側に見つけるものだ。という長老の言葉はカイの心に深く響きました。瞑想はその旅の始まりに過ぎないと告げられ、カイは自分自身との対話を深めるために毎日海辺で瞑想を行うことにしました。夜明けと夕暮れ、カイは海辺に座り、閉じた目の中で自分の内側を見つめました。彼は波の音を聞きながら心を鎮め、内なる声に耳を傾けることを学びました。この時期、カイは心の平穏を求める旅が単に外の世界を旅することだけでなく、自分自身の内側へと深く潜っていくことであるという重要な洞察を得ました。村での日々はカイにとって貴重な学びの時間となりました。彼は海と風、そして自然との調和の中で生きる村人たちから人生のシンプルな喜びを見出すことの大切さを学びました。また、長老から教わった瞑想の技術を通じて、心の奥深くにある平和に触れることができました。この経験は、カイに自分自身との深い対話を促し、彼の内なる探求をさらに深めるきっかけとなりました。村で過ごした数週間は、カイにとって内なる平和への旅の第一歩となりました。彼は自然の中でのシンプルな生活が心を鎮め、自分自身の本質に近づくための力強い手段であることを実感しました。海辺での瞑想は彼にとって日々のルーティンとなり、心を鎮めるための重要な時間となりました。カイの旅は海辺の村での経験を胸に次なる目的地へと続きます。しかし、彼がこの村で学んだ教訓と長老との出会い、そして自然との調和の中で見つけた心の平穏は、彼の旅を通じてずっと彼を導く光となるでしょう。カイは内なる平和を求めるこの旅で、外の世界だけでなく、自分自身の内側にも目を向けることの重要性を深く理解し始めていました。カイの旅は次に高い山々に囲まれた隠れた谷へと続きました。ここは時間がゆっくりと流れる場所で、自然との一体感を深く感じさせる聖域でした。この谷は外界の喧騒から切り離された静寂が支配する、まさに内なる平和を探求するための理想的な環境を提供していました。谷に到着したカイは、そこで暮らす人々との出会いを通じて、彼の心と体の浄化の旅が始まることを感じ取りました。谷の人々は自然のリズムに合わせて生活し、シンプルながらも意味深い日々を送っていました。彼らの生活は物質的な豊かさよりも精神的な充足を重んじるもので、カイにとって新たな気づきと学びの源となりました。谷での生活の中で、カイは心と体を浄化するための瞑想とヨガの技術を学び始めました。毎朝、太陽が谷を照らし始めると同時に、彼は谷の人々と共に山々が作り出す自然の音楽に耳を傾けながら瞑想を行いました。この静けさの中での瞑想は、カイにとって心を鎮め、自分自身の内側と深くつながるための貴重な時間となりました。また、カイはヨガを通じて、心と体の調和を学びました。谷の人々と共に行うヨガのセッションでは、自然との調和の中で、体を動かすことの重要性を実感しました。この経験を通じて、カイは自己制御と集中力を高めるとともに、心と体のバランスを取ることの大切さを学びました。この地での修行を通じて、カイは自分自身の限界を超えて成長することができました。山々から吹き下ろす新鮮な空気と静けさの中での瞑想は、彼に新たな洞察と自己理解をもたらしました。カイは内なる平和への旅が自分自身の限界を超えて成長することにもつながることを深く理解しました。谷での日々は、カイにとって心と体の調和を学ぶ重要な期間となりました。彼は自然のリズムに合わせて生活することの価値と、
シンプルながらも充実した生活を送ることの大切さを学びました。また、自然との一体感を感じることが、内なる平和を見出すための重要な鍵であることを実感しました。カイは、この隠れた谷での経験が、彼の内なる平和への旅において、重要な一歩であったことを感じていました。彼は、自然との調和の中で、心と体を浄化することが、真の自己実現への道であることを理解しました。カイの旅は、この谷での経験を胸に、さらに深い自己探求へと続いていくことになります。彼は自分自身との対話を深め、内なる声に耳を傾けることの重要性を再認識しました。この谷で過ごした時間は、カイにとって内なる平和とは何か、そしてそれをいかにして達成するかについての理解を深める貴重な機会となりました。谷で学んだ瞑想とヨガの技術は、カイに自己制御の方法を教え、集中力を高めることを可能にしました。彼は心と体のバランスを整えることが内なる平和への道であることを実感しました。また、自然の中での生活は彼に自然との深いつながりと、それが心の平和にどのように貢献するかを教えました。谷での修行はまた、カイに人生のシンプルな喜びを再発見させました。自然の中で呼吸すること、山々の美しさを眺めること、静けさの中での瞑想は、彼にとって大きな喜びとなりました。これらの経験は、カイが日常生活の中で直面するであろう困難や挑戦に対して、より平和的で穏やかな心持ちで臨むことができるように、彼を強化しました。カイは自分自身の内なる平和を求める旅が単なる目的地に到達することではなく、途中での経験と学びによって豊かにされるプロセスであることを深く理解しました。彼は自分自身の内側にある平和を見つけ出し、それを維持するためには自分自身との調和と自然や周囲の人々との調和が不可欠であると実感しました。カイの旅はこの谷での学びを胸に次なるステージへと進んでいきます。彼は谷での経験を通じて得た知識と洞察を生かし、さらに深い自己発見の旅を続けていくことになります。谷での日々はカイにとって内なる平和への旅において重要な転換点となり、彼の人生を豊かにするための基盤となりました。これからもカイは内なる平和を求めて心の探求を続けていくことでしょう。カイの旅の次なる章は、生命の息吹に満ちた大きな森の中にある隠れ家へと続きます。この森は古くから自然の神秘と魔法が満ちていると言われ、生きとし生けるものすべてが調和して存在していました。カイはこの森が自分自身の内なる平和を深め、さらなる自己発見の場となることを直感的に感じ取りました。森に到着したカイは、自然との深いつながりを通じて、内なる平和を見出すことを学び始めます。森の中での生活は、彼にとって完全に新しい経験でした。彼は、木々の囁き、川のせせらぎ、鳥たちの歌が織りなす、自然の旋律に耳を傾け、それらが心の奥深くに響き渡るのを感じました。この森での毎日が、カイにとって自然と一体となることの大切さを教えてくれました。森の住人たちとの出会いは、カイの内なる世界との対話をさらに深める機会となりました。彼らは自然の中でのシンプルな生活が心の平和を保つ上でいかに重要であるかをカイに示してくれました。森の人々は季節の変化を大切にし、自然の恵みに感謝しながら生活していました。彼らと共に過ごす時間の中で、カイは人生のシンプルな喜びを再発見し、瞬間を大切に生きることの価値を学びました。また、森での瞑想は、カイに新たな洞察をもたらしました。彼は樹木の間で静かに座り、閉じた目を通じて自然のエネルギーを感じ取りながら、心の奥深くにある平和へと至る道を見出しました。この瞑想を通じて、カイは自己の内なる光を見つけ、自分自身が自然の一部であるという実感を深めました。森での生活は、カイにとって内なる声を聞き、自分自身の真実を生きることの大切さを
再確認する期間となりました。彼は自然の中での静かな時間が自分自身との対話を深め、内なる平和を見つけ出すための貴重な機会であることを実感しました。カイは自然との深いつながりが心の平穏に不可欠であることを学び、それを自分の生活の中で実践する方法を模索し始めました。カイは森での経験が内なる平和への旅において重要な役割を果たしたことを深く感じていました。彼は自然の中での生活が心を鎮め、真の自己を見つけ出す上でいかに力強い手段であるかを理解しました。カイの旅はこの森での日々を胸に次なるステージへと進んでいきます。彼は森での経験を通じて得た知識と洞察を生かし、さらに深い自己発見の旅を続けていくことになります。森で過ごした時間は、カイにとって内なる平和とは何か、そしてそれをどのようにして達成するかについての理解を深める貴重な機会でした。森の生活から得た教訓は、カイがこれから直面するであろう挑戦や困難に立ち向かうための強力な基盤となりました。自然との一体感を感じることができる瞑想の技術、心を鎮めるための深い集中力、そしてシンプルながらも充実した生活を送ることの価値は、彼の日常生活においても彼を支える重要な要素となりました。カイは森の住人たちとの交流を通じて、人生のシンプルな喜びと瞬間を大切に生きることの価値を再確認しました。彼らと共に過ごした時間は、カイにとって人間としての深いつながりや生きとし生けるものすべてとの調和を感じる機会でした。これらの経験は、カイが自分自身の内側にある平和を見つけ出し、それを維持するための鍵となりました。森での日々は、カイにとって内なる平和への旅において重要な転換点となり、彼の人生を豊かにするための基盤となりました。彼は自分自身の内側にある平和を見つけ出し、それを維持することで、外界の喧騒や困難にも穏やかで平和的な心持ちで臨むことができるようになりました。セラフィナへの旅を通じて、カイは内なる平和とは何か、そしてそれをいかにして達成するかについて深い理解を得ました。彼の旅は外的な探求だけでなく、自己の内側への旅でもありました。セラフィナに到達した時、彼はもはやその地が物理的な場所であるかどうかを問うことはありませんでした。真のセラフィナは心の中に存在し、内なる平和を見つけ出した者だけがたどり着くことができる場所だと彼は理解したのです。カイは旅の終わりに自分自身が変わったこと、そして世界を見る目が変わったことを感じました。彼は学んだすべての瞑想の技術と出会った人々から得た教えを心に刻み、それを他の人々と分かち合うことで内なる平和への旅を続けることを決意します。彼がセラフィナの伝説を聞いたとき、カイは自分自身の内側にある真実と平和を探求する旅を始めました。そして今、彼はその旅を完遂し、真のセラフィナが自分の内側にあることを理解しました。内なる平和は、外から探し求めるものではなく、自分自身の内側から育むものであることを、彼は深く実感していました。そしてカイは、新たな旅人たちに向けて、この内なる平和への旅の物語を語り始めます。彼の話は、次世代の旅人たちに、希望とインスピレーションを与え、彼ら自身の内なるセラフィナへの道を見つける手助けとなります。カイの旅は終わりましたが、彼の物語はこれからも多くの人々の心に響き続けるでしょう。そして内なる平和への旅は誰もがいつかは経験するであろう永遠のテーマです。自分自身の内側へと深く潜り、心の平穏を求めるこの旅は終わりのない冒険です。私たちの物語があなたの心に少しでも平和をもたらし、あなた自身の旅の始まりになることを願っています。静けさの中の語り。
かつて人々が時間の流れを忘れ、世界の喧騒から遠く離れた場所がありました。その地は静けさの中の語りと呼ばれ、心の平穏を求める旅人たちの聖地でした。この物語は、そんな場所での出来事を中心に紡がれます。この地を訪れた者は、まずその驚くべき静寂に包まれます。ここでは、風の囁き、木々のはすれ、遠くの水の流れる音さえもが、心に響く旋律となります。静けさの中で、人々は自分自身と向き合い、内なる声を聞きます。物語の主人公は、エレナという名の若き女性です。彼女は、ある目的を抱え、この静けさの中の語りへと、足を踏み入れました。エレナは、人生の転機に立ち、自らの存在意義と向き合う旅を始めるのです。エレナは、心の奥底から湧き上がる深い渇望を抱えて、静けさの中の語りと呼ばれる、神秘的な地を目指しました。彼女は、長い旅を経て、この地にたどり着いたその瞬間から、自分が特別な旅の一歩を踏み出したことを感じていました。周囲は圧倒的な静寂に包まれ、それはエレナがこれまで経験したことのない種類の静けさでした。ここでは自然の囁きが世界の真理を語りかけるかのように響くのです。静けさの中の語りに到着したエレナを迎えたのはアリアと名乗る老婆でした。アリアの顔には深い知恵と優しさが宿っており、その温かい笑顔にエレナはすぐに心を惹かれました。アリアはこの地の守り人として訪れる者たちにこの地の歴史とその神秘について語り、内なる平和を見つける旅の案内役を務めてくれます。アリアはエレナにこの地が古くから静けさの中の語りと呼ばれている由来を説明しました。昔から多くの旅人が心の平穏を求めてこの地を訪れており、その静けさの中で自己と向き合い、内なる声に耳を傾けることで人生の答えを見つけ出してきたのだと言います。そしてアリアはエレナにも自分だけの静寂の場所を見つけ、そこで自分自身と対話することを勧めました。エレナはアリアの導きに従い、自分だけの静かな場所を求めて森の中を歩き始めました。やがて彼女は湖のほとりに佇む古い桜の木を見つけた。その木は季節外れにもかかわらず淡い桜色の花を咲かせており、その美しさにエレナは息を飲みました。桜の木の下には湖を望む小さな岩があり、エレナはその場所が自分を待っていたかのように感じ、そこを自分の瞑想の場所と決めました。エレナがこの場所で瞑想を始めると、彼女は徐々に日常の慌ただしさから離れ、自分自身の内面と深くつながり始めました。湖の静かな水面を眺めながら、エレナは自分の心が落ち着きを取り戻し、自分自身の存在について感慨深くなりました。彼女は人生の転機に立ち、これからどのように生きていくべきか、どのような人間でありたいかという問いに直面しました。この桜の木の下での瞑想は、エレナにとって新たな自己発見の旅の始まりでした。彼女は静けさの中で自分の心の声に耳を傾けることが自分自身を理解し、人生の意味を見出すための重要な第一歩であることを実感しました。湖の静謐な美しさと桜の花が放つ穏やかな香りはエレナの心を癒し、彼女の思考をクリアにしていく力を持っていたのです。彼女は自分の内側に潜む恐れや疑問に直面し、それらを受け入れることで心の重荷を少しずつ解放していきました。瞑想を通じてエレナは自分の過去の経験や選択が現在の自分を形成していることを深く理解し始めました。それまで自分が避けてきた記憶や感情にも向き合い、その中から学びと成長の種を見つけ出しました。この静けさの中で、エレナは自分の強さと脆弱性を同時に受け入れることができるようになり、自分自身をより豊かに感じるようになりました。アリアが語った静けさの中の語りの真髄を、エレナは徐々に自分の中で見出し始めました。彼女にとって、静けさは単なる無音ではなく、自分自身と宇宙との深いつながりを感じる場となったのです。
この場所での体験は、エレナにとって人生の方向性を見出すための貴重な手がかりとなり、彼女の心に深い平和と満足感をもたらしました。桜の木の下での瞑想を続けるうちに、エレナは自分の内なる力を信じる勇気を得ました。彼女は自分の人生の主人公であり、自分の運命を自分で切り開く力を持っていることを確信し始めました。この自信は、エレナがこれから直面するかもしれない挑戦や困難に立ち向かうための大切な支えとなりました。エレナは静けさの中の語りで過ごした日々が自分の人生における新たな章の始まりであることを感じていました。アリアとの出会い、そしてこの神秘的な地での体験は彼女の心に消えない印象を残し、彼女の人生の旅を豊かに彩るものとなりました。エレナはこの地を訪れたことで得た内なる平和と自己理解を胸に次の章へと進む準備ができていました。彼女の心はこれまでにないほど軽やかで目の前に広がる無限の可能性に満ち溢れていました。エレナの瞑想が深まるにつれ、彼女の心は徐々に穏やかな静けさに包まれていきました。彼女が選んだ場所、古い桜の木の下での瞑想は、日々彼女に新たな気づきと平和をもたらしました。エレナは自分の内側に潜んでいた、長い間無視してきた感情や記憶と向き合い、それらと対話することを学びました。この過程は、彼女にとって自己受容という新たな旅の始まりだったのです。瞑想を通じて、エレナは自分自身の多様な側面と向き合うことになりました。喜びや愛情だけでなく、悲しみや恐れなど、普段は避けがちな感情も受け入れ始めたのです。彼女は、これらの感情が自分の一部であり、それらを認めることが、真の自己理解につながることを理解しました。ある日の瞑想中、エレナは特別な体験をしました。完全に心が静かになった瞬間、彼女は時間が停止したかのように感じました。この瞬間、彼女は自分自身だけでなく、周囲の自然、さらには宇宙全体と深くつながっていることを感じ取りました。この体験は、彼女にとって言葉では表現できないほどの深い平和とつながりを感じさせました。彼女は全ての生命と一体であるという実感を得たのです。この神秘的な体験は、エレナに大きな影響を与えました。彼女は自分の存在がこの世界と切り離せない一部であるという真実を深く理解しました。この認識は彼女の人生における価値観と目的に大きな変化をもたらしました。エレナは自分自身だけでなく他人や自然との関係性についてもより深く考えるようになりました。この体験から数日後、エレナは自分の内なる変化をアリアに話しました。アリアは優しく微笑みながら、エレナが経験したことが、静けさの中の語りの本質であり、この地を訪れる多くの旅人が探求する真理であると語りました。アリアの言葉は、エレナにとって大きな慰めと確認となりました。彼女は自分の体験が偶然や一時的なものではなく、深い意味を持つものであることを実感しました。エレナの心には新たな力と目的が芽生え始めました。彼女は自分の内なる声に従い、自分自身の真実を生きることの大切さを深く理解しました。彼女はまた、人と人とのつながり、自然との調和がいかに重要であるかを深く感じ取りました。エレナは自分の体験を通じて得た知恵と洞察を生かし、自分の人生をより意味深いものにしていくことを決意しました。彼女はこの静けさの中の語りでの経験が自分だけでなく他者にとっても価値のあるものであることを理解し、その知恵を共有する方法を模索し始めました。エレナの変化は彼女の日々の行動や考え方にも現れ始めました。彼女はより意識的に現在の瞬間に生きるようになり、小さなことにも感謝する心を持つようになりました。また、他者への共感や理解を深め、対話を通じて人々とのつながりを育むことに価値を見出すようになりました。彼女の心の中には人生における新たな目的が明確になりつつありました。それは自分自身の内なる平和を深め、
それを周囲の人々と共有し、より良い世界を築くことに貢献することでした。エレナは自分の体験が示すように、個人の内面の変化が周囲に良い影響を与え、社会全体の調和につながると信じるようになりました。アリアとの会話はエレナにとって新たな気づきの源となりました。アリアはエレナのように内なる声に耳を傾け、自分自身の真実を追求する勇気を持つことが、真の成長と変化への鍵であると教えました。また、自分自身との調和を見つけることが、外の世界との調和をもたらす第一歩であることを強調しました。エレナは静けさの中の語りでの日々が自分にとってかけがえのない学びの時期であったことを深く感じていました。彼女は自分の内なる変化が自分だけでなく他者にもポジティブな影響を与える力を持っていることに確信を持ちました。この地での体験を通じてエレナは自分の内なる声に従って生きることの重要性を学び、自分自身と世界とのつながりを新たな視点から見るようになりました。エレナの旅は彼女自身の内面の探求だけでなく、人間としての深いつながりや生きる目的についての探求でもありました。彼女は静けさの中の語りで得た教訓と洞察を胸に次の章へと進む準備を整えました。自分の体験を通じて得た平和と調和の感覚をこれからの人生でどのように活かしていくかについてエレナは前向きに考え始めていました。エレナの静けさの中の語りでの体験から数日後、彼女の内なる変化はますます明確な形をとってきました。彼女は自分自身の内なる声に耳を傾け、真実を生きることの重要性を深く理解し始めていました。その体験は彼女に新たな力と目的を感じさせました。エレナは自分の経験をアリアに共有し、アリアは優しく微笑みながら、エレナが経験したことが、静けさの中の語りの真髄であり、この地を訪れる多くの旅人が探求する真理であると語りました。この確認を受け、エレナは自分の体験が単なる個人的な経験にとどまらず、普遍的な真実に触れるものであったことを実感しました。彼女は自分が感じた深い平和とつながり、そして自然や宇宙と一体になる感覚を言葉にすることは難しいものの、この経験を通じて得た洞察を他人と共有することの価値を深く感じ取りました。エレナは自分の内なる声に従い、自分自身の真実を生きることがいかに重要であるかをさらに理解しました。また、彼女は人と人とのつながりや自然との調和がいかに重要であるかを深く感じ取り、これらの洞察を日常生活に取り入れることで、自分自身だけでなく、周囲の世界にも良い影響を与えることができると信じるようになりました。エレナはこの新たな自己認識を胸に、静けさの中の語りでの日々を振り返り始めました。彼女は自然との深いつながりを感じ、湖のほとりでの瞑想、桜の花の下での静寂、そして時間が止まるような体験を通じて、人生における新たな目的と方向性を見出しました。エレナは自分が感じた一体感と平和を基盤として、これからの人生をどのように進んでいくべきかについて考え始めました。エレナはアリアとの深い会話を通じて自分自身の変化をさらに深めました。アリアはエレナの体験が示すように内面の静けさと調和を見つけることが外の世界との調和をもたらし、真の意味での平和へと導く鍵であると語りました。エレナは自分の内なる変化が人生におけるあらゆる関係性にポジティブな影響を与えるというアリアの言葉に強く共感しました。エレナは自分の内なる力を信じ、自分の真実を生きることで、周囲の世界に良い影響を与えることができるという深い確信を持っていました。彼女は静けさの中の語りでの経験を通じて得た平和と調和を自分の生活の中で具体的に実践する方法を考え始めました。エレナは日々の生活の中で自然とのつながりを深め、他人との関わりにおいては、より深い共感と理解を持って接することを心がけるようになりました。彼女はまた、内面の静けさを維持するために、
定期的に瞑想を行い、自己反省の時間を持つことの重要性を認識しました。エレナは自分の体験を通じて学んだことを周囲の人々と共有することで、彼らも自分自身と深く向き合い、内なる平和を見つける旅に出るきっかけを提供したいと考えるようになりました。アリアとの対話はエレナにとって非常に啓発的であり、彼女はアリアから学んだ知恵を生活の指針として取り入れました。アリアは真の学びと成長は自分自身の内側から始まるとエレナに教えました。彼女は自分自身との調和を見つけることが周りの世界との調和をもたらし、最終的には社会全体の平和へとつながるという信念を強調しました。エレナは静けさの中の語りでの日々を終え、新たな人生の旅に踏み出す準備が整いました。彼女はこの地での経験が自分の人生における重要な転換点であったことを感じていました。エレナは自分の内なる変化を信じ、自分の真実を生きることで、より良い世界の実現に貢献できるという確信を持ちました。エレナはアリアに深く感謝の意を表しました。アリアの知恵と優しさは、エレナが自分自身の内なる声を発見し、自分の真実を生きる勇気を持つことができるようになった重要な要因でした。エレナは静けさの中の語りを後にし、新たな旅に出ることになりますが、彼女の心にはこの地での体験が永遠に刻まれています。エレナの物語は内なる声に耳を傾け、自分自身の真実を生きることの価値を教えてくれます。彼女の旅は自分自身との調和を見つけ、それを通じて周囲の世界と調和を築くことが最終的には社会全体の平和と調和につながるという希望を示しています。エレナの物語は終わりましたが、彼女の旅の始まりを告げる新たな章が今始まろうとしています。数週間後、エレナは静けさの中の語りを後にしました。彼女は変わり果てた人物となっていました。心に平和を抱え、自分自身と世界との深いつながりを感じながら、エレナは新たな旅に出ました。彼女の旅は終わったのではなく、新たな始まりを迎えたのです。エレナは自分の経験を人々と共有することで、世界に平和と調和をもたらすことができると信じています。彼女の物語は、静けさの中で見つけた内なる声が、どれほど強力であるかを示しています。そして、それは全ての人が持っている力であり、探求する価値があるのです。穏やかなる呼吸。遠い過去、世界がまだ若く、星々が夜空で初めて輝き始めた頃、人々は自然との深いつながりを感じていました。彼らは大地の鼓動を聞き、風の囁きを理解し、そして穏やかなる呼吸を通じて宇宙の躍動を感じ取っていました。この物語は、そんな古き良き時代への旅路です。心を解放し、身を委ねることでのみたどり着ける、内省と癒しの物語。ある静かな村で、老いた瞑想の師匠が住んでいました。彼の名は、カイロ。カイロは、多くの弟子に、心を鎮め、内なる平和を見出す術を教えてきました。彼の教えの根底にあるのは、穏やかなる呼吸でした。カイロは言います。呼吸は生命のリズムをつなぎ、心と体を統合する鍵。それは宇宙のエネルギーと自らを同調させる神聖なる行為なのです。物語は、ある新たな弟子、リナの到来とともに始まります。リナは自分の内面と向き合い、穏やかなる呼吸を通じて、自らの心を解放する方法を学びたいと願っていました。彼女の旅は、ただの瞑想の修行を超え、自己発見と変革の旅となるでしょう。カイロとリナは、古代の森の奥深くへと、足を踏み入れます。そこは、時間が止まったかのような静寂に包まれた場所。ここで彼らは、穏やかなる呼吸の真髄を追求するのです。そして、リナは自らの内なる声に耳を傾け、
心の奥深くに眠る力を呼び覚ます旅を始めます。この旅路は彼女だけのものではありません。この物語を聞くあなたもまた、リナと共に旅をし、心の内なる平和を見出すことでしょう。カイロの教えを胸に、一緒に歩むこの旅で、私たちは皆、穏やかなる呼吸を通じて、心と体、そして宇宙との調和を学びます。リナとカイロは、夜明け前の薄暗い空の下、村を出発しました。彼らの目的地は、人々の間で、知恵の森と呼ばれている、神秘的な場所です。この森は、古い時代から自然の秘密と宇宙の真理が宿るとされ、多くの求道者が訪れる聖地でした。歩みを進めるにつれ、世界は徐々に明るくなり、初日の光が森の端を照らし始めます。リナは、その光景に心奪われながらも、内心では不安と戦っていました。彼女は自分が求める平和は本当に見つけられるのか、自分の心の中にある混乱とそれに打ち勝つことができるのかと、疑問を抱いていました。カイロはリナの心の動揺を感じ取り、心配するな。と優しく言いました。自然と同調することで、心はおのずと静まり、真の平和を見出すことができる。大切なのは、今ここに意識を集中し、呼吸を通じて自然との結びつきを感じ取ることだ。そして彼らは森の入り口にたどり着きました。古代の木々が天を突き、その根は地の深くにまで及び、まるで地球自体の生命力を体現しているかのようでした。カイロはリナに対して目を閉じて深く呼吸するよう促します。彼女はそうすると、周囲の自然の音、風のささやき、小川のせせらぎ、遠くの動物たちの声が自分の呼吸と一体となっていくのを感じました。この瞬間、リナは初めて穏やかなる呼吸の力を実感しました。彼女の心は静けさに包まれ、内なる混乱が徐々に溶けていくのを感じ取りました。カイロは微笑みながら言いました。君の旅はただ始まったばかりだ。ここから先は君自身の内なる声に耳を傾け、君の心が真に求めるものを見つけ出す旅だ。この日、リナは森の奥深くにある小さな滝を訪れ、その水の流れとともに自分の思いを流し去りました。彼女はこの場所で自分自身と宇宙の一部としてのつながりを深く感じ、内なる平和への第一歩を踏み出したのでした。数日が経過し、リナは知恵の森での生活に慣れ、自然のリズムに同調することを学んでいきました。カイロの指導のもと、彼女は毎日、瞑想と呼吸の練習を深め、自己探求の旅を続けていました。森の中で過ごす時間が長くなるにつれ、彼女の心は以前にも増して穏やかで、集中力が増していきました。リナは自分の内なる声が以前よりもはっきりと聞こえるようになったことに気づきます。それは彼女がこれまで感じたことのない深い自己理解とつながりを示していました。ある日、カイロはリナを森のさらに奥深く古代の木々が作り出す自然のエンジンへと案内しました。彼は言いました。ここは古代から力ある場所とされてきた。自然のエネルギーが最も強く感じられる場所だ。今日、君はここで一人、内なる声と深く対話する時間を持つことになる。リナはエンジンの中央に座り、目を閉じて深呼吸を始めました。静寂の中、彼女は自分の内なる声を聞くことに集中しました。最初は何も感じられなかったリナですが、徐々に心の奥深くから様々な感情や思い、そして未解決の問題が浮かび上がってきました。彼女は恐れずに、それらと向き合い、受け入れることを学びました。内なる声は、リナに自分自身を愛し、自分の真の願いを追求する勇気を持つよう促しました。この深い自己対話を通じて、リナは自分が長い間抱えてきた不安や恐れを手放し、新たな自己理解と平和を得ました。彼女は自分の心の中にある強さと知恵を信じることを学び、自分の道を進む決意を新たにしました。夕暮れ時、リナはエンジンから出て、カイロの元へ戻りました。
彼女の顔には内なる変化を示す穏やかな笑みが浮かんでいました。カイロは彼女の成長を認め、今日の経験が彼女の旅の重要な転機となることを祝福しました。この章でリナは内なる声との対話を通じて自己需要と成長の重要なステップを踏み出しました。彼女の旅はまだ続きますが、今回の経験は彼女がこれから直面するどんな困難にも立ち向かうための力となるでしょう。リナが内なる声との対話を経て、自己の内面に平和を見出してから数週間後、カイロは彼女に新たな試練を与えることにしました。これは彼女がこれまでに学んだ教えを実生活にどのように適用できるかを試すためのものでした。リナ、君はこれまでに多くを学び、成長してきた。しかし、真の知恵は試練を通じての見えられるものだ。今日、君には特別な課題を与える。森の中にある3つの神聖なる場所を訪れ、各地で得た教訓をもたらすのだ。リナの最初の目的地は、高い山の頂にある、古老の祠でした。厳しい登山を乗り越えたリナは、山頂で強風と寒さに直面しました。しかし、彼女は穏やかなる呼吸を思い出し、内なる平和を保つことで、これらの困難に耐えました。祠での瞑想を通じて、彼女は自然との一体感と、困難に直面しても、心を落ち着かせる力を改めて認識しました。次にリナは、深い谷間にある秘密の泉を訪れました。この場所までの道のりは迷路のようで、何度も道を誤りそうになりましたが、リナは自分の直感と内なる声に耳を傾けることで、正しい道を見つけ出しました。泉での瞑想は、リナに直感の重要性と自分自身を信じる力を教えてくれました。最後にリナが訪れたのは、大地の裂け目にある隠れた洞窟でした。ここでは、彼女は自分の恐れと直面し、それを乗り越える勇気を見つける試練に挑みました。洞窟の奥深くで、リナは自分の内なる暗闇と向き合い、過去の痛みや不安を手放しました。この経験から、リナは自己の強さと逆境を乗り越える能力を再認識しました。試練の旅を終えたリナは、変わり果てた人物として、カイロの元に戻りました。彼女は各地での経験を通じて得た知恵をカイロと共有し、二人は深い敬意と感謝の念を交わしました。リナは、この旅が彼女に自分自身と世界に対する新たな理解をもたらしたことを実感しました。リナの試練の旅が終わり、彼女はカイロと共に、知恵の森の中心に位置する古代の円形の広場に立っていました。ここはかつて多くの求道者が新たな人生の旅を始めた聖なる場所でした。リナはこれまでの旅で得た教訓と内なる変化を胸に新たな人生の章を始める準備ができていました。カイロはリナに向かって言いました。リナ、君は多くの試練を乗り越え、自分自身と深く向き合う勇気を示してきた。今、君の内なる声は、以前よりもずっと明瞭に、そして強く響いている。これまでの旅で学んだ教訓を生涯忘れず、それらを君の日常生活に生かしてほしい。リナは深くうなずき、感謝の言葉を述べました。カイロ、あなたとこの森で過ごした時間は私の人生を変えました。穏やかなる呼吸と内なる声に耳を傾けることの大切さを教えてくれてありがとうございます。これらの教えを胸に、私は新たな旅を始めます。その後、リナは村へと戻り、彼女が学んだ知恵を他の人々と共有し始めました。彼女は瞑想と内省のワークショップを開き、他の人々が自分自身の内なる平和を見つけるお手伝いをするようになりました。リナの旅は彼女だけのものではなくなり、彼女の経験と教えが多くの人々の心に響き、彼ら自身の内面と向き合うきっかけを提供しました。そしてある日、リナは再び知恵の森を訪れました。しかし、今回は求道者としてではなく、教えを広めるものとしてです。彼女はカイロに感謝を伝え、二人は未来に向けて新たな計画を立て始めました。
彼らは、より多くの人々が内なる平和を見つけ、心の調和を学ぶことができるように、共同で瞑想センターを開設することにしました。この物語は、私たち自身の内面に目を向け、穏やかなる呼吸を通じて、心の平和と宇宙とのつながりを見出すことの重要性を思い出させてくれます。リナの旅は終わりましたが、彼女の物語は、これからも多くの人々にインスピレーションを与え、内なる平和を求める旅は永遠に続いていくでしょう。